私は個人的に常々思っていたことがあります。もしかしたら過去動画の中で発言しているかもしれない。今のガンバ大阪に必要なのは宇佐美貴史選手にラストパスを出せる宇佐美貴史選手か宇佐美貴史選手からラストパスを受けてゴールを決めることのできる宇佐美貴史選手。つまり宇佐美選手がもう一人欲しいということなんですね。無茶な願いといえば無茶な願い。少なくとも宇佐美選手本人のクオリティは皆様もご存知のごとくかなり高く、同じクラスの選手を見つけることすら至難の業である。しかもその選手をガンバ大阪が獲得するとなると、さらにその難易度はぶち上がるわけですが、現状のスカッドでも南野選手やと小山選手に「はい、君たちは明日から宇佐美貴史です」と言われても、将来的に目指すのならともかく明日明後日で急になれるものではありません。そんな無茶な願いでしたが、なんか最近叶いました。なので紹介していきたいと思います。満田誠選手。まず宇佐美選手にラストパスを出せる男、満田誠選手について。満田選手は熊本県出身。幼い頃から体を動かすことが好きだった彼がサッカーを始めた。サッカークラブはソレッソ熊本。このソレッソ熊本、現在では J リーガーを何人も輩出する名門クラブとして名を馳せています。有名どころだと川崎の川原選手、福岡の松岡選手等の名前が挙がります。他にも元ガンバ、現山形の高江レオ選手、欧州組では高校卒業後即ベルギージュピラープロリーグ KRC ヘンクへ移籍した吉永夢希選手、そして何より同じくジュピラープロリーグウェステルローへ移籍したこちらも元ガンバ大阪坂本勇選手もこのクラブ出身。優れた育成実績を持つクラブです。そして中学卒業を機にプロサッカー選手になるために熊本を離れてサンフレッチェ広島ユースへ。ユース在籍中には居残りでシュート練習をする常連で、張り合うかのように同様に居残りゴールキーパーを務めていたのが現日本代表のゴールキーパー大迫敬介選手。彼のシュート精度の高さの一端がうかがえます。ユース時代は背番号10を背負い、プレミアリーグウエストの得点王にも輝くなど実績を残していましたが、トップチームへ昇格することはできず流通経済大学へ。後に本人は本当に悔しかったです。人生の中での一番の挫折でしたと語っている。しかし大学3年時に指導を受けた現京都サンガ監督の張喜ジェ氏の指導に影響を受け関東リーグ一部優勝に貢献。21年に特別指定選手としてサンフレッチェ広島に帰還。22年のデビューシーズンにはリーグ戦29試合出場、9ゴール8アシストと飛び抜けた実績を残し、その年に行われた E1 サッカー選手権2022に出場する日本代表に初めて選出された。2年目には右膝前十字靭帯部分損傷という大怪我からわずか3ヶ月で復帰。ちなみに彼が不在の期間、サンフレッチェは15試合を戦っているが、勝ち星を挙げたのはわずか3試合。残りの試合は10敗に引き分け。彼が復帰して以降、広島は12試合を戦い8勝1敗3引き分けという成績を残しているところにも彼という存在の影響の大きさがうかがえる。結局23年のシーズンは3ヶ月不在であったのにもかかわらず、リーグ戦4ゴール、ルヴァンカップでは3ゴール、リーグ戦におけるアシストはチームトップの5アシストだった。2023シーズンに背番号を佐藤寿人の退団以来空き番号となっていた11に変更。名実ともに広島の看板選手となっていた満田選手は
さまざまなポジションで起用されることとなる。中盤の底から時にはウイングバックまで、だが自身の最も得意とするポジションではなく、ゴールの数はデビューシーズンの頃と比べて徐々に減っていく。そして2024年、この年はいろんな意味で彼にとって転機となった年なのだと思う。彼がデビューしたシーズンと比べると、現在の彼が得意としたポジションではよりフォワード的な仕事を求められる。そのポジションで最優先で起用されるのは加藤睦月選手であったり、24年にブレイクしたトルガイ・アルスラン選手であったり、25年ブレイクしそうな中島陽太郎選手であったりする。24年後半あたりからベンチを温めることの多くなっていた彼は、もしかしたらこの頃から考えるものがあったのかもしれない。そしてデビュー間もなく日本代表に招集されるほどの実力を持ち、すでにシリーズが終了している家庭用ゲームソフトウイニングイレブンシリーズで能力をエディットし、マスターリーグで勝手に欧州に挑戦させていたほど、当時から注目していた投稿者も歯がゆい思いをしていたという。まあ22年23年当時はガンバ大阪も大変なことになっており、現実逃避をしていたと言われてしまえばそうなのだが、とにかく紆余曲折を経てガンバに現れた宇佐美選手にラストパスを出せる宇佐美クラスの選手、満田誠選手は勝手にその名を背負わせるにふさわしい選手と言えるだろう。個人的な話だが、彼には期待しているどころか、パナスタで彼を堪能できるというのは非常に喜ばしい限りである。まだまだ連携が噛み合っておらず、今のところその実力はガンバでは全く発揮できていない。その進化はこれから活躍に期待したい。そして宇佐美選手からラストパスを受けてゴールを決めることのできる宇佐美選手ことデニス・ヒュメット選手、正直なところ彼がそうなれるかはまだわからない。ただこの動画は彼がガンバ大阪へ移籍するにあたってユールゴーデンというチームがわざわざ作成したインタビュー動画であり、彼がいかに現地で愛されていたかがわかる。そのインタビューから彼がどんな人物であるか探ってみよう。彼は来て見てシュートした。そして驚くほど頻繁にボールは遠いコーナーに飛んでいった。デニス・フメットにとってユールゴーデンでの昨年のシーズンは公式戦48試合で24ゴールと7アシストを記録し、文句なしの成功だった。国際サッカー界に明らかな波紋を呼ぶ統計である。最も興味を示していたのは日本のクラブガンバ大阪で、デニスは J1 リーグでプレーするために同クラブに移籍し、移籍は完了した。移籍の決断について熟考してきたデニスはこう語った。これは私がサッカーで下した最も難しい決断の一つです。同時にガンバ大阪のような大きな投資をしたいと考えているビッグクラブから問い合わせを受けるのは非常に光栄であり、私たちは1ヶ月以上にわたってこの件について議論してきました。いろいろな意味で刺激的な冒険でした。事務手続きやビザの問題を考慮すると移籍には時間がかかったが、その間デニスはサッカーと日本文化の両面について小杉啓太に相談しました。小杉啓太選手、湘南ベルマーレの下部組織出身、2024年3月ユールゴーデン IF へ移籍、アンダー19日本代表。私は彼にたくさん質問したが、彼は良いことしか言わなかった。ケイタ自身も素晴らしい人だ。日本人は良い人たちのようで、文化もとても礼儀正しいので、そこで遊んだり生活したりするのに何の問題もないように思えます。人として成長し、いろいろなことに挑戦するために住むには興味深い国であるということも考慮しました。おそらく最も重要なことではないかもしれませんが、それは決定の一部でした。そして日本代表の好成績を見れば、日本サッカーは
発展してきたと思います。何かエキサイティングなことが起こっているような気がします。彼は日本はどういう国かということを知るためにチームメイトの日本人にいろいろ教えてもらったそうです。これは他の外国からやってきた選手に比べて非常に大きなアドバンテージがあると言えそうです。そして日本の文化にも非常に興味があるようです。ジェバリ選手のように日本での生活をぜひ楽しんでいただきたいものです。そしてサッカー選手として彼に求めるのはもちろんゴール。動画を見る限りペナルティアーク周辺からバカバカミドルシュートを打っています。これはどのクラブでも言えることですが、自陣に引いた相手をどう攻略するかという点においてこのミドルシュートは非常に有益であると言えそうです。現在のスカッドでミドルシュートを決められそうな選手といえば宇佐美選手またはネタラビ選手くらいでしょうか。特にネタラビ選手はミドルシュートも良いものを持っているはずなのですが J リーグでは残念ながらあまりお目にかかることはありません。引いた相手を打ち崩すという点でヒュメット選手のシュートには期待したいところです。さらに見ての通り足元の技術にも優れているようであり周りを使うのも上手そうです。宇佐美選手とのコンビがどのような化学反応をピッチの上に描き出すのか非常に楽しみなところです。この足元の技術こそ宇佐美選手からラストパスを受けてゴールを決めることのできる宇佐美選手になってほしいと望む要因にもなっています。先日ウェルトン選手の負傷とその内容が公表されました。おそらく夏くらいまで彼は帰ってきません。マリノス戦での宇佐美選手も復調には程遠い出来でした。これからの満田選手、ヒュメット選手にかかる期待は大きいです。早く適応しピッチでの活躍を見たいところですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。